あ、わかった、今。お、わかったかな？大当たりです。わどうも、あーちゃんでーす。ー。はい、よっちゃんです。お、よっちゃん、久しぶり。久しぶりだね。ねえねえ、はいはいよっちゃんさ、俺思ったんだけど、なんでしょう。勉強って言ったらあれだけど、中学受験の勉強は、小学校の低学年からやった方がいいのかな？それは人それぞれです。そうなんだ。低学年から始めてもいいとは思います。いいとは思うっていうのは、ベストではないってこと？否定はしません。よっちゃんは小学低学年は遊んでいろいろ体験して小学4年から始めるで十分だと思います。底力のある子は小学5年からでも十分に間に合いますよ。多少のアドバンテージにはなるかもしれない。低学年からの受験対策は否定はしませんよ。否定はしない。なるほど。それでさ、よっちゃんさ、なんでしょう。習い事はお勉強に集中するためにはいはい。やめてしまった方がいいの？これもご家庭の考えそれぞれですね。なんとも言えません。うん。しかし、あーちゃんに質問です。はい。京都大学と東大と早稲田大学、慶応大学が強い部活ってなんだ？雲の上大学ですね。はい。いわゆる雲上大学ですね。ヒントください。全然ピンとこない。なぜなら僕、F ラン側だから。じゃあ、麻布中学、開成中学、桜蔭中学、小石川中学にあって偏差値ほにゃほにゃ学校で見かけない部活なんだ。ピンとこないな。難しいよね。この質問に即答えられる人は受験マニアだと思いますよ、私はね。わかりません。答えはオケ部です。オケ？オーケストラのオケかな？そうです。よっちゃんの偏見ですが、楽器のうまさと頭の良さは比例する説があります。楽器ってやってみればわかるけど、結構難しいもんね。音符も覚えなきゃいけないし、指も動かさなきゃいけないから、なんとなくわかる気がします。ねえ、あーちゃん、オケ部と吹奏楽部の違いってわかる？全然わかんないけど、吹奏楽部ってこれでしょ？あ、わかった、今。お、わかったかな？弦楽器があるか大当たりです。弦楽器の有無で、吹奏楽部かオケ部、管弦楽部ですね、の違いがあります。それで、あーちゃんが初めにはなしていた習い事の話に戻るね。ら。うんうん。オケ部がある学校、強い学校は頭がいいところが多い。この事実、どう思う？つまり、勉強に悪い影響を与えてないっていうことだよね。結果から見るとね。弦楽器をやってる子は、勉強と両立もできる。そうそう、当然受験の直前はお休みすることになるかもね。ただ、音楽の楽譜を読む行為って、勉強に共通することが多いんだよ。そう、あれ結構難しいんだよね。そして読んだ楽譜を指に運動として移すわけじゃない。はいはい。指にね、こうか。とかいろいろね、こうとかね。脳からの指令が筋肉に伝達されて、それを瞬時に行動に移せるんだよねそう。なんだよね。両立しちゃうんだよね。それは本当言われてみればそうだなーって思います。そしてバイオリンが上手い子に関しては、処理能力が長けているという以外にもう一つ。中学受験において有利な要素があります。いやもうこれはすぐわかりますよ。もうおじさん大人なんで。わかります、あーちゃんわかります。お金を持ってるからでーす。その通りなのです。バイオリンという楽器は、背丈に合ったサイズを買い替えなくてはいけないという非常にお金のかかる習い事です。はい。オケ部の弦楽器に入るというのは、そういうことが可能なご家庭出身だったっていうことですね。なので、勉強面でも、塾以外にも家庭教師などを雇う金銭的余裕があるんですね。うん。比較的家庭が裕福ってことだよね。比較的どころじゃないんだけどね、実はね。生意気にも私立の中学校行ってたんで、なんとなく見てきましたし、感じてきたんですけど、やっぱり優秀、学業優秀な子が多いです。お金持ちほど大体優秀でした。オケ部が強い大学っていうのは、音大以外に、音楽大学ですね。東大、京大、早稲田、なんか方程式の答えがもう全部わかりました。お金持ちってことだと思います。あと偏差値の高さ。学力もあるのか、そっか。でも、そうだよね。全部繋がってるんですよね、よっちゃんね。どうなんだろう。大学オケのレベルは、偏差値の高さと経済力で決まる傾向が強いと言われてますよ。あるんだね。知らないから。偏差値高いところ知らないから。はい。それでここまで、結構よっちゃんの偏見で色々述べてきましたが、オケ部がある学校は、先ほど挙げた最難関校ではなくても進学率が良かったりするんだよね。そうなの？じゃあ、世の中のお母さんお父さんたち、受験生抱えてる人たちは、要チェックですね、したら。そうそう。だから学校を選ぶ時の参考になりそうですね。そう、参考程度でいいの。
小学校の高学年ならいざ知らず、小さい頃には習い事に集中していいと思うよ。やめ時なんかは家庭の事情によって色々あるけど、最近は東大出て音楽家の方なんかも活躍しているよね。それだったら将棋の棋士で東大っていうのも何人かいるよ。将棋の大天才だけども東大も出ているっていう。そうだね、頭いい人って2と追えるよね。そこだよね、今回結論ね。アッパー級に頭のいい子は2等を終えちゃったりするんだよね。特に楽器練習はさっきも話した通り、情報処理能力が必要なんだよ。じゃあ勉強に生きることもあるってことだよね、結果的に。やめる必要は全くないと。違う。よっちゃんが言いたいのは、頭がいい子は2等を終えちゃうということでした。そうだよね。今回はあえてバイオリンとオケ部にフォーカスした話をしましたが、うん2等を終える子供は 1% です。それ以外の方は当然習い事に目処を立てる時期は必要ですが、小学校3年までは好きなことを好きなだけやればいいと思います。そうだよね。あとあんまりにもさ、そのお子さんがさ楽しくないことをやってもさよくはないよね。習い事にも中学受験にも言えるよね。今回は授業ではなく雑談でした。以上です。ありがとうございました。それじゃあまたね。 See you next time.